今回は自然数をジグザグに並べる並べ方の数を数えることで円周率が求められるという話をするのだ。ジグザグに並べるって普通の並べ方とどう違うの？それにどんな並べ方をしたところで並べ方の数が円周率と関係するとは思えないわ。まあその疑問はごもっともなのだ。円周率とどのように関係するのかは後で話すとして、まずはジグザグに並べるとはどういうことか説明するのだ。例えば1から5までの数を1列に並べる並べ方は1から順に並べる並べ方やこんな風に並べる並べ方や他にもこんなものやこんなものなど全部で5の階乗通りあることが知られているのだ。そして前の数から順に A1、A2、A3、A4、A5 と置いたとき並べ方がジグザグであるとは A2 が A1 より大きく、それよりも A3 は小さく、それよりも A4 は大きく、それよりも A5 は小さいという条件を満たすことを言うのだ。このような条件を満たす並べ方をジグザグ順列というのだ。ということはこの並べ方はこの部分が不等式を満たさないからジグザグじゃないし、この並べ方もこの部分が不等式を満たさないからジグザグじゃないけど、この並べ方とこの並べ方は下の条件を満たすからジグザグなのね。ところでなんでこの条件をジグザグっていうの？それはグラフを書くと納得できると思うのだ。横軸を添え字の値、縦軸を英形の値としてこのようにメモリを取り、右の並べ方の値をプロットすると A1 は2なのでここ、A2 は3なのでここというようにプロットできて、これらの点を線で結ぶとこのようにジグザグになるのだ。こう見るとジグザグという名前も納得ね。ちなみにこの不等式を逆向きにしたこのような条件を満たす並べ方、例えばこのような並べ方を考えるとこの並べ方のグラフもこのようにジグザグになるが、これはさっきの定義だとジグザグ順列ではないことになってしまうのだ。さっきの定義だと A1 に比べて A2 が大きかったけど、この部分が条件を満たさないからダメなのね。円周率を求めるという目的においてはこのような並べ方をジグザグ順列に含めてしまってもよいが、今回は区別することとしこのような並べ方を逆ジグザグ順列と呼ぶことにするのだ。ここまでは1から5までの数のジグザグ順列を考えたが、1から N までの数のジグザグ順列も同様にこのような不等式を満たすものと定義するのだ。そして1から N までの数のジグザグ順列の数を EN と置き、E の N-1 の N 倍を EN で割ったものを考えると、これの極限が2分の π に収束することが知られているのだ。今回はこの等式が成り立つこととこの式を使った円周率の求め方を解説するのだ。ここまで聞いてもやっぱり並べ方の数を数えて円周率が求まるなんて信じられないわ。いや、並べ方の数と円周率が関係すること自体は決してありえないことではなく、例えば1から N までの自然数を1列に並べる並べ方の数は N の階乗通りだが、スターリングの公式という N の階乗の近似の公式があって、この部分に円周率が現れるので並べ方の数から円周率を求めることができるのだ。ただし今回のテーマであるジグザグに並べる方法ではこれとはまた別の仕組みで円周率を計算することができるのだ。ちなみにスターリングの公式は別の動画で解説しているが、今回の動画の内容とは関係がないので興味がある人だけ概要欄から見てほしいのだ。さてこの動画の流れを整理すると、まず最初にジグザグ順列の数 EN の求め方を説明して、その後円周率に収束することを示す前に実際に計算した結果を紹介して円周率に収束することを納得してもらい、そして最後になぜ円周率に収束するのか、その理由を説明するのだ。それではまず EN の求め方について説明するのだ。一番素直な方法はさっきみたいに1から N までの自然数を全パターン並べて、その中でジグザグなものだけを抜き出して数えるという方法なのだが、
N の階乗通り全てを並べるのは効率が悪いので EN の満たす全化式を求めてそれを使って計算するのだ。そのためにまずはジグザグ順列と逆ジグザグ順列の関係について考えるのだ。まず1から N までの自然数を並べたあるジグザグ順列を適当に取り A1 に対して N+1-A1 を考えるとこれは1から N の間の自然数になるのだ。A2 に対しても同様に N+1 から A2 を引いたものは1から N の間の自然数になりその間の大小関係については元の向きと逆になるのだ。これを A3 以降にも適用すると不等号が逆になった順列つまり逆ジグザグ順列が得られるのだ。そして逆に逆ジグザグ順列の要素を N+1 から引くと元に戻るので各要素を N+1 から引くという操作は2回行うと元に戻るのだ。よってこの操作によりジグザグ順列と逆ジグザグ順列は1対1に対応しそれぞれの数は等しく EN になるのだ。これが冒頭でジグザグ順列と逆ジグザグ順列を区別する必要がないといった理由なのだ。区別して数えても区別しないで数えてその半分を求めても結果的に同じということね。次はこの事実を使って EN の値を E1 から E の N-1 で表す方法を説明するのだ。普通の並べ方と違って大小関係が決まっているせいで EN と E の N-1 の関係はそれほど単純ではないが1を基準に考えるとうまく求めることができるのだ。これを N+1 個の自然数を並べたジグザグ順列とし A の K+1 が1であるとしてこれを基準に考えるのだ。すると1が最も小さい数であることから A の K+1 から右にあるものはジグザグに並んでいて左にあるものも A の K+1 から左向きに見てジグザグに並んでいるのだ。この性質を念頭に A の K+1=1 であるジグザグ順列の数を数えるとまず A の K+1 より左にある数は K 個右にある数は N-K 個なので並び方を無視して数字の分かれ方のパターンだけを考えればそれは N 個の中から K 個を選ぶ組み合わせの数に等しいのだ。そしてジグザグに並べる並べ方は A の K+1 から右については一つ隣の値は1より大きいので何でもよくそれ以降は N-K 個の数を逆ジグザグに並べればよいので E の N-K 通りあるのだ。A の K+1 から左についても同様に K 個の数を左向きに逆ジグザグに並べる並べ方は EK 通りあるが K が偶数の場合と奇数の場合でここの不等号の向きが変わってしまい全体としてはジグザグ順列ではなく逆ジグザグ順列になってしまう場合があるのだ。ただしさっき示した通りそれぞれの数は等しいのでそれぞれを合わせた数を数えても問題ないのだ。よって A の K+1 が1である場合のそれぞれを合わせた順列の数はこれらの積を取ったこの値になりあとはこれを K=0 から N まで足し合わせればそれがジグザグ順列と逆ジグザグ順列の数の合計つまり E の N+1 の2倍に等しくなるのだ。これで E の N+1 を E1 から EN までの値で表すことができこの全化式を使って EN の値を計算することができるのだ。ただしいくつか注意が必要なことがあって1が端っこにある並べ方の場合例えば K=0 の場合はその左側には何もないので下の全化式を使って計算する場合は0個のものをジグザグに並べる並べ方の数つまり E0 の値を形式的に決めておく必要があるのだ。ここで右側の並べ方の数はさっきの計算の考え方の通り EN でそれが A1 が1である場合のジグザグ順列の数に等しいので E0 は1であるとしておけばよいのだ。同様の考え方で E1 の値も1としておくと計算の都合が良いのだ。数が一つしかないと不等式の条件が定まらなくてジグザグかどうか判断できないから E1 は1と言われても0と言われても違和感はないけど E1 は1とするのね。もう一つ注意するところがあって
この全化式は n が0の時、つまり並べる数が1つしかない時には適用できないのだ。実際にこの全化式を n イコール0の場合に適用すると 0C0 は1で、この部分は E0 なので1、この部分も E0 なので1であり、右辺の値は1になるが左辺の値は 2E1 なので E1 イコール2分の1になってしまい、E1 が整数にすらならないのだ。これは並べる数が2つ以上の時はジグザグ順列かつ逆ジグザグ順列である並べ方は存在しないが、並べる数が1つの時はその並べ方はジグザグ順列かつ逆ジグザグ順列であり、左辺の2倍を取ってしまったことが全化式が成り立たない原因なのだ。よってこの全化式は n が1以上の場合のみ成り立つのだ。これで en の求め方が分かったが、この全化式で en をいくつか計算してみるとこのようになるのだ。E3 や E4 ぐらいまでなら計算が難しくないので、気になる場合は実際にジグザグ順列の数になっているか確かめてみると良いのだ。これで en の計算方法が分かったので、次は円周率が本当に求められるのか計算して確かめてみるのだ。冒頭では e の n-1 の n 倍を en で割ったものの極限が2分の π に収束すると説明したのだ。よってこの値の2倍が円周率に収束するはずなのだ。円周率の正しい値を右上に置いておいて実際に計算してみるとこのようになるのだ。確かに円周率に収束しそうな雰囲気ね。さらによく見ると n が奇数の時は円周率より小さく n が偶数の時は円周率より大きくなりそうということも読み取れるのだ。こっちも並び方がジグザグになってるのね。これで円周率に収束しそうということが納得できたと思うので、ここからはなぜこの値が円周率に収束するのかを解説していくのだ。そのために en を直接考えるのではなく en の母関数と呼ばれるものの性質を調べることでさっきの極限の値を求めるのだ。ちなみに母関数というと普通は n 字の係数を en としたべき級数を意味するが、今回はこれではなく n 字の係数を n の階乗で割ったものを考えるのだ。べき級数は無限個の足し算で定義されているので x の値によっては発散してしまう可能性があるが、まずはこのべき級数が収束するのか一応確認しておくのだ。各項の絶対値を取った級数を考えると en の定義からこの部分が1より小さく、よってこのような不等式が成り立つのだ。ここで右の級数は x の絶対値が1より小さければ収束することが知られており、右の級数が収束すれば左の級数も収束するので、各項の絶対値を取った級数も収束するのだ。この時各項の絶対値を外しても収束することが知られているので、母関数 fx も少なくとも x の絶対値が1より小さければ収束するのだ。もちろん x がもう少し大きくても収束する可能性はあるが、とりあえずは x が0に近いところでは収束するのだ。次はさっき求めた en の全化式を使って fx がどのような関数なのか調べていくのだ。全化式の右辺は ek と e の n-k の積の和になっているので、まずは fx 同士の積を考えてみると、べき級数の積の n 字の項は片方の径字の項ともう片方の n-k 字の項の積を k について0から n まで足したもので、それを n について0から無限まで足したものがべき級数の積なのだ。するとここに ek と e の n-k の積が現れて、さらに分母の値は nck の分母の値と等しいので n の階乗でくくってあげるとこのようになり、全化式の右辺と同じものが現れるのだ。よって全化式を使って変形すると、全化式は n が1以上の時に成り立つことに注意して、 n が1以上のところではこのようになるのだ。 n が0のところ、つまり定数項は fx の定数項が e0 が1、
0の階乗も1であることから1なので fx の2乗の定数項も1なのだ。最後に和の取り方が n イコール0からになるように変形すると0次の項の値は E1 が1であることから2になるのでマイナス1すれば帳尻が合うのだ。これで fx の2乗が求まったのだ。途中の計算はもういらないのでこのように整理してこの部分に着目すると fx の2乗は E の添え字が1上がったべき級数で表されることがわかるのだ。このようなべき級数は一般には微分することで得られるもので実際に fx の微分を計算すると各項ごとに微分すればよいので x の n 乗を微分してこのようになるのだ。定数項は微分すると消えるので n イコール1からの和にしているのだ。そして添え字をずらして n-1 を n と置き直すとこのようになり E の添え字が1上がったべき級数が得られるのだ。このべき級数の部分を消去して整理するとこのような式が得られ fx はこの微分方程式を満たすことが分かったのだ。よってこの微分方程式を解けば fx がどんな関数なのか分かるのだ。ここからはこの微分方程式を解いていくがまず見やすくするため fx を y と置くと下の微分方程式はこのように表されるのだ。これを両辺 y の2乗足す1と2で割ることで y を左辺に持っていき x について積分すると帰還積分の公式から左辺は y についての積分になり右辺の積分は普通に計算して2分の x 足す積分定数 c 左辺の積分は具体的な計算は省略するが y をタンジェント θ と置いて計算すればタンジェントの略関数であるアークタンジェントになるのだ。そして両辺タンジェントを取ると y はタンジェントで表されることがわかるのだ。あとは積分定数 c を決定すれば y が決まるのだ。まず y はもともとこのべき級数で定義された関数だったが E0 が1であることから F0 は1になるので左の式の x20 を代入すると左辺は1右辺はタンジェント c でタンジェント c が1と等しくなるのだ。タンジェントの値が1になる角度は45度つまり4分の π でタンジェントの周期は π なので c の候補としては4分の π に π の整数倍を足したものになるのだ。ただし c に π の整数倍を足してもタンジェントの周期性から関数 y としての値は変わらないので π の整数倍は無視してよく y はタンジェントの2分の x 足す4分の π になるのだ。これで en の母関数はタンジェントの2分の x 足す4分の π になることが分かったのだ。なんかよくわからないうちにタンジェントとか π が出てきて円周率が求まりそうな雰囲気が出てきたわ。ここまでの結果を整理するとこのような等式が en の母関数の満たす微分方程式を解くことで得られたが右辺のタンジェントはもう少しきれいな形に変形できるのでそれを計算するのだ。タンジェントの加法定理を用いて右辺の値を計算すると α を2分の x ベータを4分の π としてさらにタンジェント4分の π が1であることに注意してこのようになるのだ。ここで分子分母にコサイン2分の x をかけるとこのようにサインとコサインの式で表され分子の値を分子分母にかけると分母が2乗引く2乗の形になりさらに分子を展開してこのように変形されるのだ。ここでこの値はコサインの倍角の公式からコサイン x になりここの値はサインの倍角の公式からサイン x になるので整理するとタンジェント x 足すコサイン x 分の1になるのだ。よって en の母関数はタンジェント x 足すコサイン x 分の1になるのだ。ジグザグに並べる並べ方の数から全然関係ないタンジェントとコサインがきれいに出てきてなんか気味が悪いわ。それで円周率とはどう関係するの？それはこのべき級数がいつ収束するのかという問題と関係するのだ。さっきは x の絶対値が少なくとも1より小さいところではこのべき級数が収束することを説明したがもっと精密に収束と発散の境界を求めるとそれが円周率と関係するのだ。
一般にべき級数に対して0以上の数 r が存在して、べき級数は x の絶対値が r より小さい時に収束し、x の絶対値が r より大きい時に発散することが知られており、この r をべき級数の収束半径というのだ。そしてこの r を求めることで円周率を計算することができるのだ。では収束半径をどうやって求めるかというと、実はその方法は別の動画で詳しく解説していて、ここからの話はこれらで解説した内容を前提にするので、もし知らない概念が出てきたりした場合はこれらの動画を見ることをおすすめするのだ。収束半径の求め方の一つはべき級数の係数を用いる方法で、隣り合う係数の絶対値の比の n に関する極限が収束半径に一致するというものなのだ。ここで極限の中身を整理すると、 en は0より大きいことに注意してこのようになり、これが収束半径 r に一致するのだ。これはさっき計算したやつね。そうなのだ。実は母関数の収束半径を計算していたのだ。ただしこの求め方は極限が存在すれば一致するというものであり、一般には収束しないこともあるので注意が必要なのだ。もう一つこのような極限を取る方法もあるが、詳しい説明と計算は省略するのだ。ここまでの話は収束半径のパート1の動画で詳しく解説しているのだ。次にこの r の値が円周率に関係することは、右辺の三角関数の性質とパート2で解説した正則関数とべき級数の関係を使って示すことができるのだ。話をしやすいように cosx 分の1でくくってこのように表すと、sinx も cosx も複素数平面全体で正則なので、分母の cosx が0にならない範囲でべき級数展開できることが知られているのだ。そして cosx が0になるのは複素数の範囲で考えても x が実数の時のみであり、0の周りでは2分の π とマイナス2分の π だけなのだ。よって特に半径2分の π の円の内部では cosx が0にならないのだ。以上からこのべき級数は円の内部で収束、外側で発散し、収束半径は2分の π であることがわかるのだ。これで冒頭で話したこの極限が2分の π に収束する理由を説明できたのだ。まだこの極限が本当に存在するのかという問題が残っているが、これについては途中で行った計算結果から納得してもらうか。どうしても気になる人は概要欄の補足記事に書いているのでそれを見てほしいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。ジグザグに並べるって三角関数と全然関係なさそうなのに、意外な形で三角関数が出てきてびっくりしたわ。計算に使ったサンプルプログラムや動画の内容を補足する記事を公開しているので、興味があれば概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。